セリがまずうまい。普通の店とはちょっと違う。親鶏によってひね鶏好きなんですけど、歯応えがあって結構脂が乗ってて美味しい。他のお店ではなかなか食べない。本当は教えたくない大正区勧める名店ありますか？大正区にある焼き鳥来鳥さん、手羽からのちょっとスパイシーの効いたやつがあるんですよ。それがもう一番美味しいかな。他も美味しいですけど、僕らはそれが一番好きですね。他に一品物とかもちょろっとは置いてあると思うんですけど、はい、そこは美味しいですね。基本何グラムぐらいっていうのは決められてるんですか？20グラムぐらいで、まあちょっとねボイルし終わったら17とか15ぐらいにはなっちゃうんですけど、大体平均まあ20グラムぐらい大きさにして、一口つくねにしたら50グラムぐらいになるかなっていう計算で。鶏の軟骨は入れてるんですけど、それ以外の鶏肉を一応全部で4種類ブレンドさせてもらってるんです。まあ部位ごとですけどね。でまあ胸の野源軟骨でのも入れてちょっと食感出してる感じにはしてるんですけど。じゃあ結構コリコリした感じも楽しめるんですね。そうですね。結構人気ですか？つくねは人気ありますね。まあどこのお店は生でも焼くところもあるし、うちはちょっと柔らかいんで生で焼きにくいからもうこうボイルさせてもらってからやってますけど、つくねはいろんなお店各個人各ね、お店の何やろ味とかこだわりがあるやつなんで、お店によってはもう全然ちゃいますね。うちの鶏の、スープ出してるんですけども、このつくね作った出汁で、まあ、鶏の旨味とか野菜の旨味とかも出てるんで、これをこしてそこからスープとか今、まあ、冬場やったらちょっと小鍋とかやったりとかするから、
それの出汁として使わせてもらってる感じですかね。味噌ですか？そうです。自分でこう調味料とか味噌とかいろいろ合わせて、これを鶏のミンチに、まあミンチというかつくねの合わせたミンチにここから味噌あえて自家製の味噌をするんですけど。お味噌はいくつぐらいブレンドされてるんですか？お味噌は2つですね。どんな味ですか？ちょっと甘辛い感じになります。ご飯とかね、野菜に合うんで、じゃあ豆腐ときゅうりと、あとおにぎりとかにね、出してます。こちらの肉味噌作るときにこだわってるポイントって教えていただけますか？あまり沸騰させずに、なんていうんだろうね、その詰まりすぎないような感じなんですけどね。どうしても味噌とかなんでね、で入ってる調味料とかで辛くなってしまったりとか、ゆっくり詰めていくっていう感じで作っていくんで、まあ好きな人は本当に好きやったなと。いい。もう一人のお客様でもう絶対頼まれる人とか、なんかその何個も頼まれる方とかいるんですか？いてますいてます。いい。持ち帰りしたりとかね、いう人もいてるからね。いろんなお客様が。何人かいてるからね。すごい。そうでもこんなね隠れた店やから知ってる人も少ないから。常連さんが多いんで、常連さんがねはい。支えられてるお店やから。それを言われたらちょっと頑張らなね。これは串用の皮ですか？そうですね。刺しやすいようにちょっとカットしてるんで。玉ねぎ挟むんですね。うちは玉ねぎ挟んで、タレで食べても美味しいんでね。玉ねぎの甘みとかがあるからね、私ね、修行させてもらったお店がこれで出してて、好きで美味しいな思ったんでね。大体すごいでしょ。それで33とか、同じぐらいにさしてるから。
親鳥のね油揚げですけど、まあ、めったにうちも入ってこないんですけど、フォアグラみたいにねすごい濃厚なんです。串打ちするときになんか気をつけてることってありますか？ずれたりとかね、同じ大きさにちゃんとなるようにね、あの串はちっちゃかったとか、あの串は大きかったとかは言われんように、ちゃんといつ食べても同じような大きさで、ね、やっぱ全然ちゃうから火加減も変わってくるんでね、大きさが違うかったら、はい、これはもうすぐ焼けるけど、これは全然焼けへんとかね、あるから、ちゃんと統一して焼けるような大きさにさせていかないといけないから。このセギモが刺すの難しいんですか？刺すのも難しいし、数も入ってこないんでね、これは。こういう身が柔らかいやつもあるし、背中にこう、なんやろ、鶏ガラの背中にあるやつやから、はい。こうやってしっかりしてるやつはね、いいんだけど、しっかりしてないやつもあるから。修行されたお店はどちらになるんですか？2軒あるんですけどね、はい。最後、独立前は焼き鳥南蛮っていうところではい。やらせてもらったんですけどね、ん。その前は港区の手羽先の唐揚げが有名な神垣っていうお店やってたんですけど、そこの若いうちにね、まあ、3、4年ぐらい働かせてもらって、両方とも美味しい、一番なんか苦労したなーっていうことって何かございます？焼き鳥屋さん入って、まあ、串打ちとね、焼くのとかもすごい苦労したかな。串もやっぱしこう大きさがバラバラになってもあかんから、やっぱちゃんとねグラム考えながら焼けるね、いい感じで焼けるように串もささ下がちっちゃく上が大きくとか、そういうのもあるし、焼くのはね、フライパンとかね、そういう鉄板とかでも全然違うんで、フライパンではね温度調整できるけど、炭の場合はなかなかね、これが何度とかそういう温度調整できへんから、思った以上に早く焼けてしまったり焦げてしまったりもするし、思ってた以上に火が通り遅いな、バラバラにねなってしまったらあかんから、やっぱ同じタイミングでいいように出さないとあかんから、なるほど。この辺はすごい苦労しましたね。
解体処理はあくまでライチョウさんのタレはもう継ぎ足しの秘伝のタレですか？タレのこだわりなんて教えていただけますか？こだわり、まあ、九州の醤油使って、タレの元タレを炊いてるんでね、でまあもともとその修行させてもらったお店、最後のお店で使ってたタレもらってるから、そのお店さんもすごい古いお店だったから、なんやろ何年ぐらい経ってんやろ、40年ぐらい継ぎ足されてるじゃないの。僕で17年経してるから、そこのお店さんが修行してる時で考えても30年ぐらいは経ってたと思うからね。やっぱ継ぎ足すことによって味って変わっていくんですか？あ、もうそれはなんやろ、鶏の油とかそういうなんやろ、肉汁とかそういうのがずっと継ぎ足されていったら濃厚になっていきますね、やっぱし。でこういう炭とかのあったかいところのこの横に置いてるっていうので、なんていうの、詰まっていくっていうか、もう弱火でずっと煮詰めていくような感じで、でまあ使ったら使った分だけまた足すんで、はい。だから作ったばっかりのタレとやっぱし継ぎ足してるタレで全然味が違う。じゃあもう40年の重みのあるタレですね。ほんまやね。ね、もうやめはったお店やけど、そこからもうね分けてもらってるから、やっぱ大事にね僕も使っていかなあかんなとは思う。お願い。セリとももね。はい、お願い。次も。
あ、お願い。はい。あ、お願い。マスターにとってもうここ特別だなみたいな、もう名店中の名店だなっていうお店あったりしますか？大正駅の、近くなんですけれども、また寿司屋さんで絆さんいうお店があるんですけれども、これも夜中まで開いてるんですけども、ネタも大きくてエビとかがすごいでかかったりとか、そういうのですごい美味しいお店ですね。お店の雰囲気ってどんな感じなんですか？綺麗なお店でちょっと一見高そうな感じなんですよ。入り口というか入り口は。でも入ったらカウンターが10席ぐらいかなと、あと奥に座敷があるんで、で家族連れさんでも全然行けそうな感じのお店ですね。